こんにちは、加藤です。今日はですね、以前この色見本を作ろうと言って、前にご紹介したやつをちょっと持ち出してきたんですけれども、パレットがですね、その際に使ったパレットこれなんですけれども、はい。今ね、絵の具を詰め直してみました。だいぶ使って絵の具の量が減ってきたので、こんな風にまたその追加でですね、パレットに絵の具を詰めて、で、この状態で乾燥させて完了なんですけれども、今日はこんな感じでですね、新しいパレットを作ってみようと思います。これはですね、ちょっとね、小さめの、こう比べてみるとわかると思うんですけど、はい、こんな感じの、ちょっとね、色数というか枠の数は一緒なんですけれども、ミニサイズ、ちっちゃいサイズですね。同じ、確かターレンスの、アルミのパレットなんですが、ちょっと小さめのタイプ。入ってるかな？こんな感じ。小さめのタイプになります。今度ちょっとスケッチに行く予定がありまして、荷物をコンパクトにするのに、こっちの少し小さめタイプを持っていこうかなと思いまして、今日は絵の具を詰める、絵の具を入れるというところをやってみようと思います。ちょっとこのね、追加で詰めたのに比べると、新品のやつ、こう角にね、ぎゅーっと詰め込まなくちゃいけないので、その辺をお見せできたらと思います。では早速行ってみましょう。で、使う絵の具なんですけれども、今回用意したのは、これ、ホルベインの透明水彩。24色セットなんですが、ボタニカルアートの24色セット。これを使っていこうと思います。はい、完全に新品なんですけど、並べる順番はこの順番でいこうと思います。ここからクリムソンレーキから赤からですね、赤から黄色、緑、青、そして紫、茶系っていう感じのね、この並びの通りに詰めていこうと思います。はい。じゃあ前置きはその辺で、実際にね、どんな風にパレットに絵の具を入れていくのかっていうところをね、やっていきます。はい、このね、角ありますよね。角部分に絵の具を詰め込みながら手前へ持ってくるっていうのをやってみますね。こんな感じです。量としては見えているかな？手前まで全部っていうわけじゃなくて、奥から手前までのどうでしょう、60% くらいのところまで詰め込む感じにしています。はい、こんな感じで、同じような感じで24色詰めていきます。奥側は空気が入らないように、角に空気が入らないようにぎゅーっと詰め込む感じです。はい、次はこれピロールレッドですね。今クリムソンレーキカーマインを詰め終わったところで、次がピロールレッドで、絵の具によって、水分が多い絵の具、少なめの絵の具、硬い絵の具、柔らかい絵の具ってあるんですけど、それらに応じてですね、詰めていきます。次はオペラ、キナクリトンオペラ、サイドの高いピンクですね。次はバーミリオンヒュー、
ちょっと硬めですね、他の絵の具に比べると。これはカドミウムイエローディープ。で、この作業っていうのは本当にこう絵を描き始める際の儀式みたいなもんで、これからどんな絵を描こうかなとか、想像が膨らむこう一番こうワクワクする場面でもあると思います。今までね、水彩描いたことない人が最初にやる、スタートの儀式ですね。透明水彩はこうやって固めて使うんですけれども、不透明水彩って言われるガッシュ、絵の具のガッシュですね、は固めちゃうとひび割れちゃって、絵の具の発色が非常にこう鈍くなるので、あまりおすすめしません。以前ですね、この透明水彩と同じように、不透明水彩、ガッシュですね、ガッシュも、色見本を作るための、なんて言うんでしょう。色を違うケースに詰め直すっていうのをやったことがあるんですね。で、その時、この透明水彩のように一旦こう乾燥させて、それを溶かしながら使うっていう、色サンプルみたいなのをケースに詰め直したんですけれども、失敗でした。一旦バリバリに固まっちゃったガッシュは水を加えて溶かそうとしてもなんか綺麗に滑らかに溶けてくれないんですね。ムラができるというか、なんか、ざらつきを感じる絵の具に変わってしまって発色がよく出なくなりました。そんな失敗もありまして、透明水彩は乾燥させても、大丈夫なんですが、不透明水彩、ガッシュは乾燥させない方がいいです。で、一番の理由はですね、透明水彩の方が接着剤、アラビアゴムって言われる接着剤の含まれる量が多いんですね。なので、柔軟性があるというか、滑らかに絵の具をコーティング、絵の具の色の粉をコーティングしてるんですが、不透明水彩と言われるガッシュは、顔料の粉の粒が粗いのと、あとそのアラビアゴム、同じアラビアゴムを使ってるんですけれども、その接着剤の分量が少なめなんですよね。少なめなせいで柔軟性があまりないです。そんなわけで一旦乾燥させてしまうと次、透明水彩みたいに溶かして使うっていうのにはあまり適していない。そう言いつつ、実はですね、これ前に作った色見本のこのホワイト、ちょっと見えないかな。これだけはね、ガッシュのホワイトを使ってるんですね。で、同じく先ほどのパレットにもこのガッシュのホワイト乾燥させて詰め込んであるんです。これはある意味今言ったように使いにくいんですけれども、透明水彩のパレットに一緒に仲間としてね使うということで、乾燥はあまり良くないと言いつつ、このホワイトだけは乾燥させて使っています。はい、だいぶ来ましたね。半分ちょっと超えましたね。この辺はプルシャンブルーとか、ちょっと柔らかめの絵の具ですね。パーマネントバイオレット。紫系、特に、コバルトバイオレットライトは絵の具として非常に弱い絵の具で、これですね、ちょっと高価なんですけれども、この色に関しては水で溶かそうと思った時に非常に溶けにくくて苦労すると思います。今チューブの練りを見た感じでも少し固めなんですね。
で、粒子が粗いです。ザラザラしたザラつきを感じる、鮮やかな紫色。パープルです。これはブライトバイオレット。ルミナスって書いてありますね。蛍光系の紫。はい、もう一息。キナクリドンバイオレット。ここからは茶系ですね。茶系はいろんな、バーントアンバー、シェンナー、ローアンバー、シェンナー、あとは、ライトレッドとか、土、茶色のバリエーションですね。そういった色は結構よく使うので、最初のこのセットに入ってない色とかでも、追加で買っていくと非常に便利だと思います。バンダイキブラウン。これは透明色の茶色、褐色ですね。最後、ペインズグレイ。ここまでかな。はい、おしゃべりしながら、次々と詰め込んできましたけれども、はい、こんな感じで出来上がり、完成です。で、このまま乾燥させるときはこの状態で、平らな状態で、で、乾いたらこう畳んで持ち運びができます。これを持ってスケッチに行こうと思います。はい、今日は、絵の具の使い始め、パレットに絵の具を詰めるときの詰め方についてお話ししました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。